はい、皆さんこんにちは、キットです。今日の動画はですね、ちょっと面白いデータを集めてみましたので、そちらをちょっと皆さんにご紹介できたらなと思います。タイトルにもある通りですね、2005年以降、全日本 GT 選手権から、スーパー GT に改名されたタイミング以降でですね、GT500 クラスで、全てのレースでポイントを獲得したマシンたち、一つのシーズンを通して全てのレース10位以内で入賞したマシンがどれぐらいいるのかというのをちょっと調べてみたんですけど、もちろんこの動画をご覧の中の皆さんにはもちろんご存知の通り、GT はですね、サクセスウェイトというシステムが存在します。かつてのは、ウェイトハンデとも呼ばれていました。こちらはですね、ポイントを取れば取るほど車が重たくなり、入賞がしづらくなる。500はしばらくサクセスウェイトはですね、ポイント ×2 キロ、つまり1レースで例えば20ポイント獲得すると次のレースからは40キロ乗せるというようなシステムなんですね。で、2008年以前は決勝結果により、ウェイトを乗せたり下ろしたりもしていたんです。今はですね、最終戦の一つ前のレースで、そのウェイトがポイント ×1 キロ、最終戦で、ノーハンで全車ウェイト乗せないでレースをしますが、先ほど話した通り2008年以前はですね、最終戦までウェイトを搭載してレースをやっていたんですね。そのらも加味しまして、データを見ていきたいと思います。ではまず直近ですね、2024年8月現在で、一番最近これを達成できたチーム、皆さん分かりますでしょうか。ちょっと意外なところかもしれませんね。一番最近はですね、2022年シーズンの36号車トムス、ドライバーは坪井翔選手、ジュリアーノ・アレジ選手組ですね。獲得ポイントはなんと 29.5 ポイントでランキング11位だったんですが、全てのレースで入賞しています。最高は第2戦富士の2位ですね。こちらは赤旗でハーフポイントで終わってしまったレースなんですが、それ以外はですね、6位、10位、9位といったり、全てのレースでポイントを獲得しているんですね。これはちょっと意外かもしれませんし、逆に全てのレースでポイントを獲得している中ではちょっと上位に入らないのもなかなか珍しいんですが、これが一番最近の達成記録ですね。今年で言えばですね、今のところ36号車と100号車が全てのレースで入賞していますので、これも狙える可能性はあるんですが、まだまだわからないというところですね。そして次ですね、2022年以前だとなんと2018年まで遡ります。2018年にこの記録を達成したのは38号車セルモ、立川選手、石浦選手組ですね。この時、獲得したポイントは59ポイント、ランキングは4位でシーズンを終えました。ランキング、そうですね、上位2台だった100号車、そして1号車、37号車のトムスはですね、2台ともどこかのレースでですね、ポイントを獲得できてないのがありますので、セルモはですね、このシーズン、第2戦で3位、最終戦で2位があるんですが、それ以外は8位、4位、5位だったりと、ポイントを獲得しています。次ですね、次は2017年シーズンになります。こちらはなんと2台該当チームがいます。まずは2017年チャンピオン37号車平川選手、キャシディ選手組、獲得ポイントは84ですね。なんとこのシーズン2勝して、さらに最終戦でも2位表彰台、第2戦でも3位表彰台と、圧倒的な強さを見せていました。それにですね、対抗したのがですね、ランキング2位のニスモですね、松田選手、ロニー選手組の23号車はですね、最終戦で優勝、第5戦、第6戦で2位表彰台と、序盤はちょっと苦戦していた印象だったんですが、コツコツとポイントを重ねて、実はですね、チャンピオン争いも2点差で終わっていたという、最後37号車に何かあればというような状況まで追い込んだんですね。これはちょっと覚えている方もいるんではないでしょうか。そして2017年といえばやっぱりこの年デビューした LC500 が本当に強かったんですよ、全体的に見ても。でそれに対してですね、その以前の2014年から16年あたりに一番強かったと言われて GTR がですね、ちょっとずつ後退し始めたんですよ。この年は特に GTR 勢はかなり成績は出なくてですね、ホンダ勢がまだ中段で争えている形の中、本当に23号車がもう孤軍奮闘というような形だったんですけど、やはりこの、全盛期の松田ロニー組っていうのは本当に強かったんだなというのが、よくわかるシーズンだったと思います。
で次ですね、次は2016年、なんとこの年、3チームが、これに該当するという、なかなかすごいシーズンだったわけですが、まず、2016年のチャンピオン39号車小原アナ選手、平手選手、獲得ポイントは82ポイントで、最終戦で優勝、ラウンド3の、代わりとなった、実質第7戦のような、茂木レースでは2位、他にも第2戦、第4戦でも2位という、シーズンとして本当に強かったんですよね。特に RCF はこの年後半戦で一気に勢いつけて、ね、それまで先ほど話した通り、それまでずっと強かったと言われてた GTR 勢を一気に食っていくというような展開になったんですよね。で、同じくですね、この記録を達成した、6号車大島選手、カルダレッジ選手組も69ポイントでランキング2位。優勝こそはなかったんですが、4位が4回、3位表彰台、2位表彰台も取っているという形ですね。で、さらにもう1台これに該当したのがですね、同じく RCF です。19号車の関口選手、国本選手組のレーシングプロジェクトバンド、獲得ポイント58ポイントでランキング4位ですね。この年のタイでですね、チームとしては500の初優勝も達成して、最終戦では3位表彰台にも乗ってと、19号車の中では500で一番良かったシーズン、ベストなシーズンだったんですね、これが。で、おそらくなんですけど、これだけシーズン全てのポイントを獲得できたマシンが多かったっていう理由としてはですね、おそらくホンダ勢のこの苦戦のせいだと思われます。ランキングを見ても分かるんですけども、この年のホンダ勢は本当に何をやってもうまくいかなかったんですよね。その以前まで使っていたハイブリッドシステムを下ろして、普通の MR 車としての参戦となったわけなんですが、これが見事にもうはまらなくてですね、特に最終戦に関しては、5台ともノーポイント。ランキングもですね、最終的に見ればスポット参戦のドライバーを除くとですね、下5台が全部ホンダっていう、本当に何をやってもうまくいかなかったシーズンだったんですね。おそらくこれもあって、やっぱりその入賞する機会が増えたっていうのもあったんじゃないかと思いますが、おそらくホンダファンとしては本当にそれ以前のまだ中継に移って何かが起きてくれた方がまだマシだったんじゃないかっていうぐらいのひどさだったんですね。少なくとも当時ホンダを応援していた僕はそう思ってました。はい。まだまだいきたいと思います。次は2015年シーズンですね。こちら該当したのが再び19号車。この年は脇坂選手、関口選手組ですが、この年19号車獲得したのは27ポイント、ランキングは11位と、動画の最初に紹介しました36号車と同じような形で、全てのレースでポイントを獲得しているんですが、ランキング上位には食い込めなかったというようなちょっと珍しいケースですね。表彰台はありませんでした、このシーズン。10位が3回、ベストリザルトはですね、第5戦で4位がありますが、それ以外は特に大きく何かがあったというわけではないんですね。これもちょっと忘れてるというか、あまり知られていないんじゃないかなと思います。次ですね。次は2014年シーズンの、なんと18号車です。ウィダードーム NSX ですね。ドライバーは当時4人ほど登録されましたが、該当できるのは山本選手のみですね。乗ったのマコビッキ選手、伊沢選手、あとはジャンカール・ベルンデ選手とかも乗りましたが、このシーズンそうですね、18号車は全てのレースでポイントを獲得しています。獲得ポイント64でランキングは4位。そう、この年 NSX 勢はかなり苦戦したんですが、18号車が孤軍奮闘という形で、第5戦では優勝も挙げましたし、第6戦そして最終戦でも3位表彰台に乗っていたりします。続いてはですね、2012年シーズンです。この年はですね、モーラ柳田選手、ロニー選手がオートポリスで最終戦を待たずにチャンピオンを決めた歴史的なシーズンではありますが、これに該当したのがですね、ランキング2位で終わったセルモ、立川選手、平手選手組、獲得ポイントは74で、シーズンは2勝を挙げています。開幕戦最終戦で優勝を挙げていますが、第3戦でもですね、2位表彰台に乗っています。しかしですね、モーラの強さには届かなかったという、わけなんですけども、そうですね、この年のモーラはですね、第4戦から最終戦まで、5戦連続表彰台というのも達成していますので、
なかなかそのちょっとやそっとではね届かなかったわけですが、この年はそのミシュランもこの時代強かったですし、なんといっても GTR もね車として本当に速かったなというような記憶しかないですね。続きまして、2011年シーズンですね。この年もモーラが本当に強かった年です。そして該当したのはそのモーラですね。46号車柳田選手の2選手組は、チャンピオンを獲得しましたが、ポイントなんと90ポイント、第4戦で優勝で、第3戦、第5戦、第7戦、第8戦で2位も獲得したと。本当に強かったですね。ミシュランがこうバッチリハマったし、この年は GTR も本当に強かったなというような年だったと記憶しています。23号車もですね、この年3勝を挙げてるんですね。3勝を挙げてるのにチャンピオンには届かなかったと。なんなら11ポイント差あったわけですよね。23号車と46号車だけでも。で、あと付け加えるとすれば、ちょっと SC 勢、レクサス勢ですね。この年ちょっと苦戦したんですよね、全体的に。レクサス勢の中で優勝を挙げたのが、セルモだけだったんですが、それ以外を見てもですね、ちょっと全体的に伸び悩んだ年でもありましたね。まだまだいきます。続きましてですね、2010年シーズン、こちら、2チーム該当します。まずはですね、1号車、36号車、トムスですね。脇坂選手、ロッテラー選手組、獲得ポイント62ポイントで、ランキングは2位で終わっています。最終戦で優勝しました。で、第2戦で3位、第3戦で2位と。で、他もですね、しっかりとポイントを獲得したシーズンになりましたが、チャンピオンにはね、ちょっと届かなかった形ですね。そしてですね、2010年シーズンもう1台がですね、これちょっと意外だったんですね。100号車、チーム国光ですね。山本選手、伊沢選手組。獲得ポイントは40ポイントで、ランキングは8位となりました。開幕戦で3位表彰台、鈴鹿700キロの、第6戦で、こちらも3位表彰台に乗っていますが、他でもしっかりとポイントを取っていますね。この年はですね、第7戦の富士がですね、台風によって中止になりましたので、こちらもちょっとポイントを獲得しやすいシーズンではあったのかなとは考察できますね。本来この第7戦で、要するにウェイトが半分になった、ウェイトを積むレースをやる予定だったんですけど、これがなくなってそのまま最終戦をノーウェイトの状態で戦うみたいな形になったので、そちらもちょっと影響はしてるかなとは思います。さて、残り2つになりました。続きましてはですね、2008年シーズンです。これを達成したのはですね、36号車のトムスです。脇坂選手、ロッテラー選手組ですね。獲得ポイントは63ポイント、ドライバーズランキングは3位に終わりましたが、実はですね、この年トムスはですね、チームタイトルを獲得できているんですよ。チャンピオン、ドライバーズチャンピオンはニスモだったんですが、この入賞、すべてのレースで入賞したというか、コツコツと積み上げてきた回もありまして、1ポイント差で、しかもニスモじゃなくてセルモなんですよね、ランキング2位に入ったのが。もうセルモすらも逆転して、チームタイトルを獲得しているんですね。これはもうちょっと、なかなかやっぱトムスは強いなと。で成績はですね、開幕戦で3位、また、第6戦、第7戦でも3位表彰台。第3戦でも2位表彰台取って、優勝こそはなかったんですが、しっかりと安定感のあるシーズンだったと思われますね。はい、そして最後になりますが、2005年シーズンですね。こちら該当したのがまたしてもトムス36号車です。ドライバーは、土屋武史選手、ジェームス・コートニー選手、獲得ポイントは60ポイントで、ランキングは4位に終わりましたが、成績としては、開幕戦で2位表彰台、第3戦、第4戦でも3位獲得しています。他にもですね、5位が2回あったりと、安定感のあるシーズンだったのは間違いないですね。でこの年はですね、スープラのラストイヤーだったり、あとはホンダ勢がね、ターボエンジンをもう捨てて NA エンジンに戻して、再びこの調子を取り戻していったと、いろいろあったシーズンなんですが、ランキング上位を見るとですね、先ほど紹介した36号車とは全く真逆のことをしてる、ね、セルモがチャンピオンを獲得してるんですよ。どういうことかと言いますとですね、セルモはですね、シーズン通して、3勝を挙げたんですが、4回、ノーポイントも取ってるんですね。すごく、不安定なシーズンではあったんですが、最終的に、チャンピオンになったのは、セルモ、立川選手、高木虎之介選手組ですね。あと付け加えるとするならば、トムスはこの時確かシーズン途中からスープラの新車を入れてるんですよね。セルモ、ルマンといったチームはですね、開幕戦から05年型スープラ新車を入れてるんですが、トムスは当時確かですね、シーズン途中から
投入していたはずなんですよね。でもちろん新車となれば、その新車ならではのトラブルとかもあったりするので、それをうまいことこう回避できたのも運というか、味方したんではないかなとは思います。というわけで、以上になります。いかがでしたでしょうか。総勢なんと16台となりました。こちらはですね、予選ポイントとか、あとはファステストラップとかのポイントは計算に入れてないんですが、確か予選ポイントとかもカウントすると、2007年のトムスとかもこれに入ってきたはずです。ちょっとこれはね、計算するのとかも調べるのとかもちょっと大変だなと思ったので、今回は外していますが、もしね、ご存知の方がいればぜひコメント欄などで、書いていただければと思います。というわけで、今日はここまでになります。ありがとうございました。皆さんのコメントや感想などもぜひお待ちしていますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でよろしくお願いします。さようなら。